沢さん、うん、この牛ちょっと説明してもらえます？なんでこんな白い斑点なんですか？これはね、東京電力の原発の爆発放射能漏れ事故から1年後にこういう模様がこの牧場の牛の約20頭に出たんですよ。はいはいはね。本当は黒毛和牛だから真っ黒なんですよ。い。ね。真っ黒なのにこういう模様がね一斉に出たんですよ。ほら全身にほらね、後ろの方もああいうふうに。ああ、すごいね。これでしょ。約20頭こういう模様が出て、なんだろうということでさ、だから林の水大臣に直接面会を求めたんだよ俺は。はいはいはい。放射能の影響が起きてるんじゃないかと、国として農水省とちゃんとこの原因理由についてさ、ちゃんと明らかに調べるべきなんだと、調査に来てくれということで申し入れをして、農水省の人たちが大勢で来たんだよね。で皮膚を調べたんだよ。血液をサンプル取ったり皮膚の状態をいろいろ調べて、どうもこの毛の色だけじゃなくて地肌の色が変わってると。その黒毛和牛ってのは、毛は黒だし地肌も黒なんですよ。でやっぱりそこのね白いところが地肌も白くなっちゃう。つまりこれはね普通考えるとメラニン色素、色素細胞がおかしくなってるというふうに考えるわけだ。起きた事実として20頭ぐらいこういう模様が事故の後一斉に出たと。で牛たちはね、放牧場の草はね非常に当時放射能があったところなんですよ。爆発直後50マイクロから60マイクロシーベルトのね放射能が流れてるんですよ。これは飯舘村の村役場で測ってた村役場職員がいて、最高ピークで50ぐらいあったんですね。だからうちらはちょうど放射能の通り道になったんで、飯舘方面に放射能が流れた時に、やっぱり560マイクロシーベルトのピーク、その放射能がね降った場所なんです。でこの土や草にさその放射能が残ったわけだ。牛たちは草食動物なんで、この放牧場の草をさ生きる餌として毎日毎日食ってたわけだ。だんだん春になって夏になって草が伸びてくる。でもその草は放射能の環境の中にあるわけ。6月の末にようやく俺たちはね中国製の染料計買えたんですよ。5、6万ぐらいしたんだけど、なかなか手に入んなかったんだ。調べたらね当時6月の末で15、6マイクロシーベルトパーアワー空間染料1メーターぐらいのとあったの。結構グッときたんだよ。いやちょっとこれどうなのかなとね。で牛たちは避難もせずにずっとここにいたし、汚染された草を食ってる。当然そういう影響なのかなってことをさまずやっぱり一番にさ考えたわけね。でじゃあなんでこういうことが起きるんですかっていうことをさだから結局農水省が、この家畜の担当なんだから、ちゃんと調べてくれる。で調べに来て後日その調査結果のね連絡が来たんだよ。わからないと。で分かったのはね血液検査で微量要素の銅成分っていうのがなんかあるんだそうだ。それがものすごく欠乏してるってことは分かったんだよ。だけどこの反対模様が起きたことについてはさ農水省は分からないと。つまりこっちはね被爆の影響じゃないですかということを考え心配したことについてねその土俵をね国は乗らないんだよ。分からない。つまり逃げたんだよ。これがなぜであるかのことについては分からないんだと。分かりませんということでさ、結局因果関係があるなしの土俵、そこを彼らは嫌うんだよ。逃げたんだよ。そこの土俵に乗らないんだよ。分からないという結局原因分かんないっていうことで逃げでしょこれはね。間違いないね。どう考えたってそんなので今も国はねやはりその子供たちに起きた甲状腺がん250人ぐらい福島県内でさその甲状腺がんの手術が子供たちにしたんだけど、この甲状腺がんがなぜ起きたかについての因果関係をね
福島原発事故との関係からは切り離すんだよね。因果関係はないというふうに言い切るわけよ。でだけどさ、岡山大学の津田先生っていう医学部の教授はね、因果関係はあるということをはっきり主張するんだよね。でもそれは日本の学者研究者の中のごく一部の勇気ある人の発言なんだよ。ほとんどはその国に縛られてる、特に文部科学省。それって要は圧力ってこと？だから、国策の根幹に関わる原発問題にいろいろ基地をつけるような学者研究者の発言は全部封じ込められる。昔おいしんぼっていう漫画騒動あったじゃない。福島原発事故のせいで鼻血が出るとか、そういう漫画の表現についてね、ものすごい圧力かかったんだよ。やめろということでさ。で結局それ潰れたわけだよね、その漫画は。だからすごいやっぱりさ、原発の問題についてどうこう批判的に言うことについては、特に放射能の影響を心配する人がいっぱい当時いたから、そういう心配がまさに広がるようなそのきっかけになることはさ、国は全部抑え込みたかったんだ、ね。だからこういう問題を、農水省に直訴してもさ、彼らは調べには来たけどやっぱり分からないという結論で逃げたんだ。だけど起きた事実だし、こういう模様の人たちはね、小高の頑張っていたその掛の森ファームの方でもテレビの映像シーンで見たし、俺はね。それから大熊町の池田さんという牧場でもそういうすごい模様の牛がいたんですよ。ね。それから浪江町の山本幸雄さんという牧場でもさ、白い斑点模様が起きた牛がいたと。つまり警戒区域20キロ圏内の保護した牛の中でさ、殺処分しないで生かした牛の中であちこちで起きた現象なんだよ。で獣医師会のね研究調査グループがいたんだよ。農地管理研究会っていうね、その獣医師会、つまり獣医師グループの調査ではね、やっぱりその、浪江町の大堀というその一番放射能の線量がきついところでそういう牛が 見られないから、どうもその放射能の影響だってことを論ずるのはどうかなという。まあでも調べていきますよということをね、獣医師会グループはいろいろ牛たちを殺処分しながら、その内臓とか血液とかいろんなサンプルを取りながらね、ずっと調べていたんだよね。だけどこれがね、やっぱり獣医師会グループの研究チームはね、やっぱり農水省の影響を受けてるわけだよ。まあだろうね。日本中央競馬会の資金なんかも引っ張りながらね、いろいろ研究調査を続けていたんだけど、やっぱりそのうちらみたいな規模の牧場が主張したような、これは被爆の影響じゃないかという、そういうのとは一線を画したんだよ。つまりそこにはね、やっぱり文部科学省、ね、原発推進の文部科学省のそのコントロールにある大学ですよ。大学の学者研究者はね、はっきりしたような物言いはね、やっぱり難しいわけよ。ね、牧場に来たさ、その東北大学医学部の加齢医学研究所の福本先生っていう先生もね、3年ぐらい牧場に通って調査を続けたんだけど、被爆の影響調査ということでね、まあいろいろ牛のあるいはこの東北大の医学部のその加齢医学研究所にはさ、大型冷蔵庫に、原発事故のその被災動物のさサンプルが大型冷蔵庫にいっぱい入ってたんだよ。でいろんな放射性物質がどういう体の組織についてるかなんてことを一生懸命調べてるわけだ。ね、見に行ったんだよ。案内されてね。だけど福本先生もね、この反転模様については関心は示したんだよ。だけどなぜですかなんていうことに対する答えはね、明確には彼はとうとうしないんだよ。関心は示すんだけど、この反転模様が起きたことについてやっぱりさ、学者として論じることにちょっとやっぱり勇気がすごいいるんだろうと思うんだよね。でもさ、やっぱり起きた事実だよ。ね、起きた事実あるし、このアメリカのね、南カリフォルニア大学のムソー教授という先生がね、チェルノブイリの原発事故の後、その周辺で見られるツバメのこの毛の色に
被爆の影響だというふうに彼は主張するその、反転模様が起きてる。ツバメのこのほら小さなツバメのこの喉のところ、こうオレンジなんだよツバメは、ここに白い斑点模様がねボジ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 ってさ、事故の後出たということを彼は調査の結果掴んだんだ。俺はピンときたんだよ。やっぱりその武装教授が言ったツバメのこの要するにこの色のこの突然変異、喉のオレンジのところに白い斑点模様が出てるとか、あとツバメのね左右の尾羽ってあるじゃない。2つこう円尾ね、これがね長さが違うんだよ。奇形なんだよこれ。そういう、そのツバメがいたということも掴んでるんだよ。それって確か福島でも見つからなかった。そう福島で日本の野鳥の会が写真撮ってるんだよ。南相馬でね、鹿島とか、あっちの方面でさ、あれチェルノブイリと同じようなツバメいるじゃんと、いうことを写真記録に残してるんだよ。ね、あれ左右長さ違うよと、ここに白い斑点模様出てると。だからここですよ、ピーンとくるわけだ。だからチェルノブイリの事故の時にも何が起きたかっていうことは、そのやっぱりそういう鳥なんかにさ、そういう変化が起きて、まあそれは突然変異なんだけど、それと同じようなことが福島この場所でも起きてるっていうこと。それから浪江町でね、このもみの木、そこらにも生えてるもみの木って大きな木があるんだけど、この成長点、木が成長していくにあたって成長点ってのがあるんだよ。ここから枝分かれしてさらにこう枝がどんどん伸びていく、そこの場所があるんだけど、そこに奇形が起きてる割合が多いということもさ、やっぱりそういう調査報告も上がってるんだよ。でいろいろやはりそのなんていうかな、野生動物、それから昆虫なんかではね、帯広畜産大学が昆虫研究所っていうのがさ、昆虫研究室っていうのが来たんだよ。学生と先生がね、一生懸命牧場でさ、その夜その明かりをつけてそこに集まってくる、そのほら、ガとか、コガネムシとかそういうのをね、いっぱいサンプル取って、その羽とか足に奇形が起きている割合がどれぐらいあるかっていうのを調べてたんだよ。放牧場のところになんかちょっとトラップを仕掛けて、そこに昆虫を集めて、どのぐらいその奇形とかそういうおかしなのがいるかっていうのを随分何年も追っかけたんだよね。だからその植物にもやっぱり、例えばタンポポなんかもね、ものすごい化け物みたいな格好になったタンポポ。そんなのもいたんだ。そうだから動植物だよ。動植物なんかが一番放射能の影響を受けたんだよね。そしてやっぱり牛もさ、ああいう斑点模様が起きたっていうことでさ、これは事実としてちゃんと記録に残すべきなの。で群像社っていうね、福島生き物の記録っていう映像作品をね、1巻2巻3巻4巻5巻作った映像会社があるんだよ。その福島の動植物、野生動物のその放射能の影響をずっとその学者研究者と一緒にカメラ回して追っかけた作品があるんでね、その中にうちのこの反転牛の模様のことのもさ、しっかり載ってるんですよ。農水省が調べに来た、その結果の報告がこうどうでした、こうでした。あとそのそのため池に住んでいるその魚、鯉なんかだよ。これなんかもね、もろに放射能の影響を受けるんだよ。だってため池そのものが放射能をためるような場所になってるわけじゃない。そこに生きているフナとか鯉とかおかしくなるわけだ。ね、当然やっぱり奇形が起きるわけだ。植物もおかしな姿になったり、化け物みたいにさ、ものすごく背がでかくなったあれがあるんだよ。背が通常のもう、わあこんなでかくなっちゃったとかさ、ね、それからタンポポが変なこう危険になってますとかさ、あと柿の実がさ、変なブドウみたいになっちゃったとかさ、いろいろなことがね、ほらそれはなかなかそのほら報道には乗りづらい話なんだけど、やっぱり浪江ではいろいろさ、そういうことが俺も見たし、
いやすごい背高いひまわりがあるなとか、うんいやすごい高くなっちゃうわけだ。だからだうんだから吉沢さんの目も突然変異だ。俺のよく言われるんだよ。あんたの目の色おかしいねと。青みがかってると。そう黒目じゃないと。ブルー外人みたい。外人みたいな目してる。よ何回も言われるんだよ。いやだから俺もねやっぱり浪江でもね結構放射能浴びた方だと思うんだよ。いや相当浴びてると思う、住民の避難民の一番最初にモニタリング検査っていうのがあったんですよ、2011年の7月初め頃、ね放射性医学研究所千葉大の、ほら隣にあるんだよ大井県。あそこに120人をみんなでバスで行ったんだよ、要するにどのぐらい被爆してるかを調べて、それに俺もどうしても入れてくれと、俺も行ったんだ、でねホールボディ検査、血液検査、遺伝子損傷検査なんかもあったのかな、なんか3、4種類調べて、その後日その個人ごとのそのなんだ連絡その説明会があったんだ、で俺に渡されたデータはさ、セシウム134、3100ベクレル、セシウム137、これが3500ベクレル、合計6600ベクレルが俺のこの被爆の当時のさデータだった。で俺はね説明の時聞いたのは、俺は120人の中で何番目なんだと、で法医研はね教えねえんだよ、最高のどんくらいなんだと、俺はかなり被爆したはずだとね、残ってたし、餌運んでこう牧場にも通ってたしね、でね後日なんだけど分かったのはね、最高の放射能のその被爆したレベルの人が6800ベクレルっていうのは後日分かったんだよ、だから俺はね120人の中で2番目か3番目だろうすごいじゃん、笑っちゃいけないけどすごい。で富岡の松村さんなんかもね、その JAXA のさホールボディ検査なんか受けて、松村さんはね富岡町でチャンピオンだって言われたんだよ、一番被爆してると、だけど俺何も鼻血出ないし、なんかどこおかしいですか、目が色変わったとか言われるんだけど、特にその被爆の影響なんて。でもね、昔の吉沢さんの10年前とかの写真より、明らかに目の色違う。色素の影響を受けたんだと思うんだよ。こういう色が変わっちゃったみたいなさ、ことは言われる。だけど別にさ視力が落ちたとか目が見えなくなっちゃったそういうことはない。でだからこういうほら目なんてほら露出してるとこだから、もちろん影響を受けると思うんだよ。でだけどさ放射能ってのはそのなんとか生物的半減期ってのがあるんだよ。その要するにそのおしっこをして、体の外に出るんですよ。新たに放射能を取り込まなければ、だんだん抜けていくものなんだよ。で俺は創生水っていうね長野県の水のメーカーのねこれを飲んでいくとどんどんその放射能が体から抜けてなんとかな影響を軽くすることができるんだっていう水をね、もう向こうは無料提供してきたから、そういう装置も牧場につけてね、水を結構飲んでたんだ、でなかなかやっぱりでもねその水を飲みながらとにかく通ってくれと、ホールボディ検査場にね、費用は全部会社で持つからってことをやってね、ただだから、どんどん水は飲むわ、毎月検査に通って20回合計行ったんだよ、で結果はだから最初なかなか下がらなかったんだよ。なかなか下がらないから、俺も結構ね心配にはなったんだけど、ある時からガーッと下がるようになった、で最後の20回目だかなんかの、南相馬にだんだんこの下がってきたんだよ、だからやっぱり一時期は心配したけど、まあもうほとんど機械に反応しながらです、だからで遺伝子損傷検査っていうのをね2回受けたんですよ。俺全然問題なかった。だけど事務局の針ヶ谷さんはねやっぱ出ちゃったんだよ、遺伝子が欲しかったね。で俺考えたのはね、俺は結構浴びたろうけど鼻血は出ないし足腰はバンバンだしね、
いやーこの野郎なんてねマイク持って一生懸命喋ってるじゃない、ね、東京行ってガンガンやってきたんだから帰って元気がいいんだよね、そうするとね集会でそんな話をするとね半原発の人で怒り出すんだよ。あんたは得意体質なんだと、そんな放射能あるところにいてね残って居残って牛の世話して、あんたは得意体質なんだとね放射能かかってこいなんてそんなこと言うんじゃないなんて怒ってんだよね、で俺考えたのはあそうだ俺は被爆をしてるけどかえって体の調子がいいと気合も入ってるとだからカウゴジラという話を考えた。ああそれがきっかけだったの。大暴れしてストレスなんかないんだよ。もうみんなにぶちまけてぶつけてさ、ね福島のこの浪江の牛飼いがさわー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 さ言ってきたからねもう気合がみなぎってる、もう出番は来たし俺は舞台役者だと思ったから一生懸命東京でマイクを持ってねギャンギャンさもう誰のせいだなんてことをねギャンギャン言ったからさ放射能へっちゃらね、帰って活力源もうふざけた話になっちゃうんだよだんだんねおかしなふざけた話になる。そうだね。この牛たちと共にずっと生きる。だからさ牛たちはこの毛の色の突然変異、俺は目の色の突然変異をしたのかもしれない、いう説明はさつくんだよ。そうだね。何が起きましたか。帰って元気よくなって目の色が帰って外人みたいになったと青い目の色になっちゃった。これはね実際に吉田さん見た人はみんなそう思うでしょうね。目の色違うねってさ、